こんにちは。皆さんは日本の家についてどのようなイメージをお持ちですか？日本には昔ながらの家や現在の住宅のように様々なスタイルがあります。また、日本ならではの習慣や特徴があります。今回は日本の家によくあるものや文化、日本で家を借りたりするときのポイントなどをお話しします。最後まで楽しんで聞いてください。日本の一般的な家。今の日本の家は様々なタイプがあります。タイプ別にお話しします。都市ではマンションに住む人が多く、郊外や地方では一軒家に住む人の割合が多くなります。一軒家。日本の一般的な一軒家は2階建てが多く、木造または鉄骨造で建てられています。都市部では土地が限られているため、庭が小さめの家やこじんまりした家が多いです。一方、郊外や地方では広い庭やカーポートがある家も見られます。間取りは1階にリビング、ダイニング、キッチン、浴室、トイレなどがあり、2階に寝室や子供部屋、書斎などがあるのが一般的です。では、一般的な家の中を見て行きましょう。玄関を入ると、靴を脱ぐスペースがあり、靴箱があります。中と外を区切る段差に設置された上がりかもちがある家もあります。玄関から廊下の先にはリビングにつながり、家族が集まる広いスペースになっています。キッチンは対面式が増えており、料理をしながらリビングにいる家族と会話ができる作りになっている家もあります。浴室と洗面所は1階に設置されることが多く、脱衣所も兼ねたスペースになっています。脱衣所には洗濯機を置いている家も多く、家事がしやすい作りになっています。2階には寝室、子供部屋や納戸、そして場合によっては書斎があります。寝室にはベッドを置く洋室が主流ですが、畳を敷いた和室を寝室にする家庭もあります。子供部屋がある家もありますが、子供が小学生くらいになると自分の部屋を与える家庭が多いようです。また、兄弟で同じ部屋を共有する家庭もあります。家族向けマンション。日本の一般的な家族向けマンションは2から 3LDK が主流です。都市部では高層マンションも多く、オートロックやエレベーターが完備されている建物が一般的です。玄関を入ると靴を脱ぐスペースがあり、収納スペースがあることが多いです。玄関から廊下を進むと、左右に個室や洗面所が配置され、その先にリビングが広がります。リビングやダイニングは家族が集まるスペースで、キッチンと一緒になった作りもあります。キッチンは対面式またはカウンター式が一般的で、リビング全体を見渡せるデザインが人気です。浴室、洗面所、トイレはコンパクトながらも機能的にまとまっています。その他の部屋は寝室、子供部屋、和室や書斎として家族構成によって異なる使われ方をします。和室は畳が敷かれており、
来客用の部屋や家族がくつろぐスペースとして使われます。また、バルコニーがついているマンションが多く、洗濯物を干したり、小さなガーデニングを楽しんだりできます。最近のマンションでは、床暖房や防音対策が施されている物件もあり、快適に暮らせる工夫がされています。マンションはセキュリティがしっかりしている点や管理が行き届いている点から都心では特に人気の住まいです。次は日本の一人暮らし向けのマンションのご紹介です。ワンルームや 1K、1DK、1LDK の間取りが一般的です。ワンルームは部屋とキッチンが一体になっているタイプで、コンパクトな作りが特徴です。玄関を入るとすぐにキッチンがあり、その奥に居住スペースがある間取りが多いです。キッチンは1から2口コンロがついた小さめのタイプが一般的です。冷蔵庫を置く場所も少し狭いところが多いです。浴室とトイレはユニットバスが多くコンパクトにまとまっています。最近の物件ではトイレと浴室が別々になっているタイプも人気があります。収納スペースはクローゼットや押し入れがあり、小さなバルコニーがついている部屋も多くあります。アパート、木造や軽量鉄骨造で建てられた2階建てや3階建てのこじんまりとした集合住宅です。比較的家賃が安く、学生や一人暮らしの社会人、家族で住んでいる人まで幅広く住んでいます。間取りはコンパクトな作りが多く、マンションに比べて壁が薄いことがあり、隣や上の部屋の音が聞こえることもあります。しかし、家賃が安いため、コストを抑えて暮らしたい人に人気があります。家の中の設備、マンションやアパート、一軒家にもある日本の家の中にある設備や機能を見ていきましょう。玄関、玄関で靴を脱ぎます。それを下駄箱にしまい、スリッパに履き替える家が多いです。訪問したときは、玄関の靴を脱ぐスペースで、お邪魔します、と挨拶をしてから家に入ります。自分の家に帰ってきたときは、ただいま、と言って家の中に入ります。おかえり、と迎えてあげてください。廊下、玄関から部屋をつなぐ通路です。リビングや寝室、トイレ、浴室へ続く廊下があります。マンションやアパートではスペースが限られているため、廊下が短いことが多いです。リビング、家族が集まってくつろぐリビングは、ソファーやテレビが置かれ、会話を楽しみます。ダイニング、テーブルと椅子が置かれ食事を楽しみます。子供がいる家庭では、ここで勉強をする子供もいます。キッチン、一般的にシンク、ガスコンロ、IH クッキングヒーターや収納棚が備えられていることが多いです。寝室、ベッドを置ける洋室が一般的ですが、布団を敷く和室を寝室として使う家もあります。和室、和室は畳が敷かれた日本の伝統的な部屋で落ち着いた雰囲気があります。壁や仕切りには襖や障子が使われており、部屋の広さを自由に変えられる作りになっています。床の間と呼ばれる
飾りのスペースがある和室のタイプもあり、掛け軸や花を飾って美しい空間を演出します。和室は家によっては客間として使われたり、リビングとして使われたり、寝室として使われたり、用途に合わせて自由に使えます。お風呂。最近の家では、お風呂とトイレが別々になっていることが多いです。浴室には浴槽があり、お湯に浸かります。お風呂にゆっくり入ることで、一日の疲れを取ることができます。追い焚きという機能があるお風呂があります。これは一度冷めたお湯を温め直すことができる仕組みです。ボタンを押すだけで浴槽のお湯がもう一度温かくなります。新しいお湯を入れずに同じお湯を温めれます。トイレ。最近のトイレにはウォシュレット機能がついているものが一般的です。便座を温めたり、水で洗浄したりする機能があります。自動で蓋が開いたり、水が流れたりするトイレもあり、とても便利です。電化製品。生活を便利にする様々な電化製品があります。日常に使われている家電を紹介します。炊飯器。ご飯を毎日食べる人が多いため、ほとんどの家庭に炊飯器があります。炊飯器を使えば、簡単に美味しいご飯を炊くことができます。炊飯器の中には、玄米やお粥、炊き込みご飯など、いろいろな種類のご飯を炊くことができる機能もついています。こたつ。冬に使う日本ならではの暖房器具です。テーブルの下にヒーターがついていて、上から布団をかけて使います。こたつに入ると、下半身がとても暖かくなり、家族や友人とくつろぐことができます。ただ、こたつは注意が必要です。暖かく気持ちが良すぎて、こたつから出ることがとても大変な時もあります。また、こたつで寝てしまうと、起きた時に腰や首が痛くなってしまうこともあります。加湿器。部屋の空気に水分を加えて乾燥を防ぐ加湿器は、乾燥をする季節がある日本で快適に過ごすために役立ちます。冬やエアコンを使うときに喉や肌を守るために使う人が多いです。静かな超音波式やスチーム式の加湿器が人気です。空気清浄機、ほこりや花粉、匂いを取り除くので、子供がいたり、ペットを飼っている家でよく使われています。また、花粉症対策で使う人も多いです。ボタンを押すだけで部屋の空気をきれいにしてくれて便利です。ホットプレート。テーブルの上でも料理を作れ、コンセントを入れるだけで使うことができるので便利です。日本ではお好み焼きや焼肉を家族や友達と楽しむときによく使われます。たこ焼きを焼くための小さな穴がたくさん開いたホットプレートもあります。大阪など関西の家庭ではよく使われています。電気洗濯機。ボタンを押すだけで簡単に洗濯できる全自動洗濯機が主流です。柔軟剤などを入れて香りにこだわる人もいます。最近は
乾燥までできるドラム式洗濯機も増えています。冷蔵庫。それぞれの家のスペースに合わせれるよう、大型のものから小型のものまであります。ドアが両方に開くものや、氷が自動で作られるものなど、便利な機能がついた冷蔵庫もあり、家庭によって様々なタイプが使われています。照明。天井につけるシーリングライトや部屋の雰囲気を変える間接照明がよく使われます。明るさや色を変えられる機能がついているものもあり、リモコンで操作できるタイプが人気です。ロボット掃除機。自動で床を掃除してくれるので便利です。共働きの家庭や広い家には特に人気があります。ボタンを押すだけで、ほこりやゴミを吸い取りながら部屋を動き回ります。とはいえ、スティック式の掃除機と併用している家庭もあります。家の中にあるもの。日本の家によくあるものをご紹介していきます。障子と襖。日本の家には障子や襖と呼ばれる仕切りがあります。障子は木の枠に薄い和紙を貼ったもので、光を柔らかく通すため、部屋の中が明るくなります。襖は木の枠に厚い紙や布を貼ったもので、部屋の仕切りとして使われます。障子や襖は開けたり閉めたりすることで、部屋の広さを自由に変えることができます。座布団。座布団は畳や床に敷いて座るための日本のクッションです。和室で使われることが多く、食事や来客時に座るときに使います。厚みがあり、長時間座っても疲れにくく、旅館やお寺などでもよく見られます。座椅子。背もたれのついた椅子のような座布団で、畳やフローリングの上に直接置いて使います。リクライニング機能があるものや、クッション性の高いものもあり、快適に座れる工夫がされています。風鈴。風が吹くと美しい音を鳴らす日本の伝統的な飾りです。主にガラスや金属で作られ、夏になると窓辺や軒先に吊るして涼しさを感じるために使います。風鈴の音にはリラックス効果があると言われ、今でも多くの家庭で親しまれています。掛け軸。和室の床の間に飾る書や絵が描かれた巻物です。季節やお祝いごとに合わせて掛け替え、部屋の雰囲気を変えるために使われます。また、茶室や格式のある和室には、掛け軸を飾るのが一般的です。神棚。家の中に神様を祀るための小さな祭壇です。木製の棚の上にお札を置き、家族の安全や健康を祈ります。神棚の前で手を合わせます。仏壇。亡くなった家族や祖先を祀るための小さな祭壇です。仏壇の中にはご先祖様の位牌を置き、お線香をあげたり、手を合わせたりします。仏壇は家の中の静かな場所に置かれ、日々の感謝や祈りを捧げる大切な場所となっています。のれん。
室内の仕切りとして使われる布です。家庭では部屋の目隠しや装飾としても使われ、和の雰囲気を演出するアイテムとして人気です。昔の一般的な家。日本の昔の家は木で作られていることが多いです。木は日本の湿気の多い気候に合っており、空気や水分をうまく調整する働きがあります。昔の家の間取り。昔の日本の家は、玄関、土間、台所、座敷、縁側などが代表的なスペースです。玄関。昔の玄関は広く作られていることが多く、お客さんが来た時にここで話をすることもありました。土間。玄関の室内に入る手前には土間と呼ばれるスペースがあります。土間は地面と同じ高さの床で草履を履いたまま入れる場所です。土間には靴や草履を脱いだ後にしまうための下駄箱があります。家の中を清潔に保つための昔からの大切な習慣です。台所。昔の台所にはかまどという今でいうコンロがありました。かまどは木を燃やして火を起こし、ご飯を炊いたり、お湯を沸かしたりするために使われていました。また、台所の近くには、勝手口という小さな出入り口がある家もあります。勝手口は、台所から外へ出るためのドアで、ゴミを出したり、畑で採れた野菜を運んだりするときに使われました。座敷。家の中でも大切な部屋で、お客さんを迎えるための場所です。今で言うリビングルームです。座敷の床には畳が敷かれ、襖で仕切られています。縁側。座敷のすぐ外には縁側と呼ばれる場所があります。縁側は部屋と庭をつなぐ廊下のような場所です。天気がいい日は、ここに座ってお茶を飲んだり、庭を眺めたりすることができます。縁側は家の中でも落ち着く場所の一つです。お風呂場。昔のお風呂場はタイル張りの浴室が多く、浴槽は深めでした。家族みんなで同じお湯に順番に入りました。薪を使って沸かすお風呂もありました。また、かまどを築いて、鉄製のお釜を乗せ、その上に桶を取り付けた五右衛門風呂もありました。トイレ。昔のトイレは和式トイレが一般的でした。床に便器が埋め込まれており、前向きにまたがり、しゃがんで使用します。水を流すレバーやボタンがあり、使用後に手動で流します。最近は洋式トイレが主流ですが、公園や駅、寺院などでは今でも和式トイレが使われている場所があるので、見ることがあるかもしれません。寝室。昔の寝室は畳に布団を敷いて寝ました。朝になると押し入れに布団を片付け、部屋を広く使いました。子供部屋。昔の子供部屋は兄弟で一緒に使うことが多いです。勉強机や本棚があり、壁にはアニメやアイドルのポスターを貼る子供もいました。庭。洗濯物を干したり、子供が遊んだりする場所としても使われました。
縁側の近くに盆栽や石の灯籠が置かれ、和風の雰囲気がある庭もありました。また、庭の片隅に木やトタンで作られた犬小屋で犬を飼っている家もありました。家を借りるとき、日本でアパートや家を借りるときは、不動産会社に相談します。不動産会社に行く前に、サイトで部屋を探し、気に入った部屋に目星をつけていく人もいます。不動産会社では、住みたい場所や家賃の希望を伝えます。次に、紹介された物件を見学し、気に入ったら契約の申し込みをします。契約の時に、敷金や礼金、仲介手数料などのお金を支払います。敷金は部屋を借りるときに預けるお金で、退去するときに部屋がきれいならお金が返ってくることが多いです。礼金は大家さんへのお礼として支払うお金で、返ってこないことが一般的です。また、保証人が必要なことが多く、保証人がいない場合は、保証会社を使うこともあります。契約が終わったら、鍵を受け取り、引っ越しの準備をします。引っ越しをしたときに、近所の住人へ挨拶をする習慣があります。隣や上下の部屋の人に、よろしくお願いします、と伝えます。挨拶の時には、タオルやお菓子などのちょっとした贈り物を持っていくこともあります。最近では挨拶をしない人も増えていますが、事前に顔を合わせておくと安心して暮らせます。家に訪問するとき、友人の家に遊びに行くときに知っておいた方が良いことをご紹介します。訪問する時間は約束の時間を守ることが大切です。ですが、早く行き過ぎても遅く行き過ぎてもいけません。もし遅れそうな時は、事前に連絡を入れれば大丈夫です。家に着いたら玄関でお邪魔しますと言って入るのが普通です。靴を脱いだら揃えておくと良い印象になります。お菓子や飲み物などのちょっとした土産を持っていくと喜ばれます。ただし、高価すぎるものは気を使わせるので避けた方が良いです。帰るときは、お邪魔しました、などとお礼を言うと良い関係が続きます。いかがでしたか？これを通して日本の家について少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。ここまでご覧くださりありがとうございます。次は友達に話すような話し方をしていきますね。こんにちは。みんな、日本の家ってどんなイメージがある？昔ながらの和風の家とか、今の便利な家とか、いろんなスタイルがあるよね。それに、日本ならではの決まりや暮らし方もたくさんあるんだ。今回は日本の家にはどんなものがあるのか、どんな文化があるのか、実際に家を借りるときに知っておくといいことを話していくね。日本の一般的な家。今の日本にはいろんな種類の家があるんだ。大きく分けると、都市ではマンションに住む人が多くて、郊外や地方では一軒家に住む人が多いんだよね。一軒家。普通の一軒家は2階建てが多くて、
木や鉄の柱で作られた家が多いんだ。都市部は土地が狭いから庭が小さかったり、こじんまりした家が多いよ。でも、郊外や地方に行くと庭が広かったり、車を止めるスペースがある家も多いんだ。家の中の作りは、1階にはリビング、キッチン、ダイニング、お風呂、トイレとかがあって、2階には寝室や子供部屋、勉強部屋があるのが多いよ。よくあるお家の中を見ていこうね。玄関を入ると、靴を脱ぐスペースがあって、靴をしまうよ。家の中と外を分けるための小さな段差、上がりかまちがある家もある。玄関を抜けると、リビングにつながる廊下があって、家族が集まる広い部屋が広がってるんだ。最近は、キッチンがリビングと向かい合っている家も増えてて、料理をしながらリビングにいる家族と話せるようになってるんだよ。お風呂と洗面所は1階にあることが多くて、服を脱ぐ場所と一緒になってる家が多いよ。そこに洗濯機を置く家も多くて、家事がしやすい作りになってるんだ。2階には寝室や子供部屋、物をしまう部屋の納戸、それから仕事部屋がある家もあるよ。寝室はベッドを置く洋室がよくあるけど、畳の部屋を寝室にしてる家もあるんだ。子供が小さいうちはリビングで勉強したり遊んだりすることが多いけど、小学生くらいになると自分の部屋を作ってあげる家が多いよ。兄弟で同じ部屋を使う家も結構あるんだよね。家族向けマンション。日本の普通の家族向けマンションは 2LDK や 3LDK が多いんだ。都市では高層マンションも多くて、玄関がオートロックになってたり、エレベーターがついてたりするところがほとんどだよ。玄関を入ると靴を脱ぐスペースがあって、靴をしまう場所がついてることが多いね。玄関から廊下を進むと、左右に個室や洗面所が並んでて、その先にリビングが広がってるんだ。リビングやダイニングは家族が集まる部屋だから、キッチンとつながってる作りもあるよ。キッチンはリビングの方を向いた作りになってるものが人気で、家族の様子を見ながら料理ができるんだ。お風呂や洗面所、トイレはコンパクトだけど、すっきりまとまってて、使いやすくなってるよ。それ以外の部屋は、寝室や子供部屋、和室、勉強部屋として使われることが多いんだよね。和室は畳が敷かれてて、来客用の部屋や家族がゆっくりするスペースとして使われることが多いよ。それから、マンションにはベランダがついてることが多くて、洗濯物を干したり、小さい植物を育てたりもできるんだ。最近のマンションは床が暖かくなる機能がついてたり、音が外に聞こえにくい作りになっているところも増えてて、暮らしやすくなってるよ。セキュリティもしっかりしてるから、特に都会ではマンションの人気が高いんだよね。次は、一人暮らし向けマンションについて話すね。一人暮らし向けマンションは、ワンルームや 1K、1DK、1LDK の間取りが多いよ。ワンルームは部屋とキッチンが一つになってるタイプで、コンパクトな作りなんだ。
玄関を入るとすぐにキッチンがあって、その奥が部屋になっていることが多いよ。キッチンは一つから二つのコンロがついた小さいタイプが多くて、冷蔵庫を置くスペースも狭いことが多いんだ。お風呂とトイレは一つになってるユニットバスが多いけど、最近は別々になってる部屋も増えてて、そっちの方が人気だよ。収納スペースはクローゼットや押し入れがついてることが多くて、ベランダがある部屋も多いよ。アパート。最後はアパート。アパートは木で作られたものや軽い鉄で作られた2階建てや3階建ての小さな集合住宅のこと。家賃が安いところが多くて、学生や一人暮らしの社会人、家族で住んでる人もいるよ。間取りはコンパクトな作りが多くて、マンションに比べると壁が薄いから隣や上の部屋の音が聞こえることもあるんだ。でも、その分家賃が安いからお金を抑えて暮らしたい人に人気なんだよね。都市では駅に近いアパートが多くて、地方では車を止めるスペースがある広めのアパートもあるよ。家の中の設備。日本の家には生活を便利にする設備があるよ。玄関。日本の家では玄関で靴を脱ぐのが普通だね。靴を脱いだ後は下駄箱にしまってスリッパに履き替える家が多いよ。誰かの家に行ったときは玄関で靴を脱ぎながらお邪魔しますって挨拶してから入るんだ。自分の家に帰ってきたときはただいまと言って入って家にいる人はおかえりと迎えるよ。廊下。廊下は玄関から部屋をつなぐ通路のこと。リビングや寝室、お風呂やトイレに続く廊下があるんだ。マンションやアパートでは部屋のスペースが狭いから廊下が短いことが多いよ。リビング。家族が集まってくつろぐリビングはソファーやテレビが置かれててのんびり過ごす場所だね。ダイニング。ご飯を食べる場所だけど、子供がいる家庭では、ダイニングテーブルで宿題をする子もいるよ。キッチン。大抵の家のキッチンには、流し台、ガスコンロや IH クッキングヒーター、収納棚がついてるんだ。寝室。洋室にベッドを置く家が多いけど、畳のある和室を寝室として使う家もあるんだ。和室。和室は畳が敷かれた日本の伝統的な部屋だね。壁や仕切りには襖や障子が使われていて、部屋の広さを自由に変えられる作りになってるんだ。床の間と呼ばれる掛け軸や花を飾るスペースがある和室もあるよ。和室は客間として使われたり、リビングや寝室として使われたり、いろいろな使い方ができる便利な部屋なんだ。お風呂。最近の家ではお風呂とトイレが別々になっていることが多いよ。日本のお風呂には浴槽があってお湯に浸かる習慣があるんだ。ゆっくりお風呂に入ることで一日の疲れを取ることができるよ。また、追い焚きっていう機能がついてるお風呂もあるよ。これは一度冷めたお湯をもう一度温められる機能で、
ボタンを押すだけでお湯が温かくなるんだよ。トイレ。最近のトイレはウォシュレット機能がついてるのが普通になってるよ。便座を温めたり、水でお尻を洗ったりする機能があるんだ。また、自動で蓋が開いたり、水が流れたりするトイレもあって、とても便利だよ。電化製品。日本の家には生活を便利にする家電がたくさんあるんだ。よく使われている家電を紹介するね。炊飯器。日本ではご飯を食べることが多いから、ほとんどの家庭に炊飯器があるよ。炊飯器を使えば、ボタンを押すだけで簡単に美味しいご飯が炊けるんだ。最近の炊飯器は、玄米やお粥、炊き込みご飯なども作れる機能がついてるものもあるよ。こたつ。こたつは冬に使う日本ならではの暖房器具だよ。テーブルの下にヒーターがついていて、上から布団をかぶせて使うんだ。こたつに入ると足元がとても暖かくなって、家族や友達とくつろげるよ。でも、こたつは気持ちよすぎて、一度入るとなかなか出られなくなることもあるんだよね。こたつで寝ちゃうと、起きた時に腰や首が痛くなることがあるから気をつけてね。加湿器。部屋の空気に水分を加えて乾燥を防ぐための家電だよ。冬やエアコンを使うときに喉や肌を守るために使う人が多いんだ。静かに動く超音波式の加湿器や暖かい蒸気を出すスチーム式の加湿器が人気。空気清浄機。ほこりや花粉、匂いを取り除いて空気をきれいにする家電だから、子供がいる家やペットを飼っている家でよく使われてるよ。花粉症の人がいる家庭では特に人気があるね。ボタンを押すだけで簡単に使えて、部屋の空気をすぐにきれいにできるから本当に便利。ホットプレート。テーブルの上で料理ができる電化製品だよ。コンセントを入れるだけで使えて、お好み焼きや焼肉を家族や友達と家で楽しむときによく使われるんだ。たこ焼きを作るための小さな丸い穴が開いたものもあるよ。大阪など関西の家庭ではたこ焼きプレートを使うことが多く、たこ焼きを作る習慣があるね。電気洗濯機。ボタンを押すだけで簡単に洗濯できる電自動洗濯機が一般的だよ。洗濯するときに柔軟剤を入れて香りを楽しむ人も多いんだ。最近は洗濯だけでなく乾燥までできるドラム式洗濯機も増えているよ。冷蔵庫。家の大きさや家族の人数に合わせていろいろなサイズがあるよ。ドアが両方に開くタイプや氷が自動で作れるタイプとか便利な冷蔵庫もあるよ。家庭によってそれぞれ使いやすいのを選んでるよ。照明。天井につけるシーリングライトや部屋の雰囲気を変える間接照明がよく使われてるよ。最近の照明は明るさや色を変えれる機能がついているものもあって、リモコンで操作できるタイプが人気なんだ。ロボット掃除機。
ボタンを押すだけで自動で床を掃除してくれるから、共働きの家庭や広い家では特に人気があって便利。ゴミを吸い取りながら部屋の中を動き回るよ。でも、ロボット掃除機だけだと細かい場所の掃除が難しいから、スティック掃除機と一緒に使う家庭もあるよ。家の中にあるもの、日本の家によくあるものを紹介していくね。障子と襖。部屋を仕切るために障子や襖が使われることもあるよ。障子は木の枠に薄い和紙を貼ったもので、柔らかい光を通すのが特徴なんだ。襖は木の枠に厚い紙や布を貼ったもので、部屋をしっかり仕切るために使われるよ。どちらも開け閉めができるから、部屋の広さを自由に変えられるのが便利なところだね。座布団、畳や床に敷いて座るためのクッションだよ。和室でよく使われていて、食事をするときや来客用の座布団として使われることが多いんだ。厚みがあるから長時間座っても疲れにくく、旅館やお寺などでもよく見られるよ。座椅子、背もたれがついた座布団のような椅子だよ。畳やフローリングの上に直接置いて使うことが多いよ。リクライニング機能がついているものやクッション性の高いものもあって、より快適に座れる工夫がされているよ。風鈴、風が吹くと綺麗な音を鳴らす日本の伝統的な飾りだよ。主にガラスや金属で作られていて、夏になると窓の近くや軒先に吊るして涼しさを感じるために使われるんだ。風鈴の音にはリラックス効果があると言われていて、今でも多くの家庭で親しまれているよ。掛け軸。掛け軸は和室の床の間に飾る書や絵が描かれた巻物だよ。季節やお祝いの行事に合わせて掛け替え、部屋の雰囲気を変えるために使われることが多いんだ。また、茶室や格式のある和室では掛け軸を飾るのが一般的だよ。神棚。神棚は家の中で神様を祀るための小さな祭壇だよ。木の棚の上にお札を置いて家族の安全や健康を祈る場所なんだ。神棚の前では毎日手を合わせてお祈りをするよ。仏壇。仏壇は亡くなった家族や先祖を祀るための小さな祭壇だよ。仏壇の中にはご先祖様の位牌を置き、お線香をあげたり、手を合わせたりするんだ。仏壇は家の中の静かな場所に置かれることが多く、感謝の気持ちを伝える大切な場所になってるよ。のれん。室内の仕切りや目隠しとして使われる布だよ。家では部屋の入り口やキッチンにかけて空間を区切るために使われることが多いんだ。和の雰囲気を演出するアイテムだよ。昔の一般的な家。日本の昔の家は木で作られていることが多かったんだ。木は日本の湿気の多い気候に合っていて、空気や水分をちょうどよく調整する働きがあるんだよ。昔の家の間取り。昔の日本の家には
玄関、土間、台所、座敷、縁側など、いろいろなスペースがあったんだ。玄関。昔の家の玄関は広く作られていることが多かったよ。お客さんが来た時には玄関で立ち話をすることもあったんだ。土間。玄関から家の中に入る前に土間と呼ばれるスペースがあったよ。土間は地面と同じ高さになっている床で草履を履いたまま入れる場所なんだ。土間には靴や草履を脱いだ後にしまうための下駄箱があるよ。家の中を清潔に保つことは昔からの大切な習慣なんだよね。台所。昔の台所にはかまどという今のコンロにあたる調理道具があったんだ。かまどは木を燃やして火を起こし、ご飯を炊いたり、お湯を沸かしたりするために使われていたんだよ。また、台所の近くには、勝手口という小さな出入り口がある家も多かったんだ。勝手口は台所から外に出るためのドアで、ゴミを出したり、畑で採れた野菜を運んだりするときに使われていたよ。座敷。座敷は家の中でも特に大切な部屋、お客さんを迎える場所で、今で言うリビングルームのような役割をしていたよ。座敷の床には畳が敷かれ、襖で仕切られているのが特徴だったんだ。縁側。座敷のすぐ外には縁側と呼ばれる場所もあるよ。縁側は部屋と庭をつなぐ廊下のような場所なんだ。天気がいい日は、ここに座ってお茶を飲んだり、庭を眺めたりして、のんびり過ごすことができたよ。家の中でも落ち着ける場所の一つだよ。お風呂場。昔のお風呂場はタイル張りの浴室が多く、浴槽は深めだったよ。家族みんなで同じお湯に順番に入るのが普通だったんだ。また、薪を使ってお湯を沸かすお風呂もあったんだよ。その中でも、五右衛門風呂と呼ばれるお風呂があったんだ。かまどを作り、その上に大きな鉄のお釜を乗せて、その中にお湯をためて入るお風呂だよ。トイレ。昔のトイレは和式トイレが一般的だったんだ。床に便器が埋め込まれていて、前向きにまたがってしゃがんで使うよ。水を流すレバーやボタンがあり、使用後に流すよ。最近は洋式トイレが主流になってるけど、公園や駅、お寺などでは今でも和式トイレが使われているところがあるよ。日本に来た時に見ることがあるかもね。寝室。畳の上に布団を敷いて寝るのが一般的。朝になると布団を押し入れに片付けて部屋を広く使う工夫がされていたんだ。子供部屋。昔の子供部屋は兄弟で一緒に使うことが多かったんだよ。勉強机や本棚が置かれていて、壁にはアニメやアイドルのポスターを貼る子供もいたよ。庭。洗濯物を干したり、子供が遊んだりする場所として使われていたよ。縁側の近くには盆栽や石の灯籠が置かれている和風の雰囲気がある庭も多かったんだ。
また、庭の片隅に木やトタンで作られた犬小屋があり、そこで犬を飼っている家もあったよ。家を借りるとき、日本でアパートや家を借りるときは、まず不動産会社に相談するのが一般的なんだ。最近は不動産会社に行く前にネットで部屋を探して気になる物件をチェックしてから行く人も増えているよ。住みたい場所や家賃の希望を伝え、それに合う物件を紹介してもらうんだ。次に部屋を見に行き、気に入ったら契約の申し込みをするよ。契約の時には、敷金や礼金、仲介手数料などのお金を支払う必要があるんだ。敷金は部屋を借りるときに預けるお金で、退去するときに部屋がきれいなら帰ってくることが多いよ。礼金は大家さんへのお礼として支払うお金で、帰ってこないのが一般的なんだ。契約には保証人が必要なことが多いけど、保証人がいない場合は、保証会社を利用することもできるよ。契約が終わったら、鍵をもらって引っ越しの準備をするんだ。日本では引っ越しをしたときに近所の人に挨拶をする習慣があるんだ。特にアパートやマンションでは隣の部屋や上下の部屋の人にこれからよろしくお願いしますと伝えるのが一般的なんだよ。挨拶をするときにタオルやお菓子などちょっとした贈り物を持っていくこともあるよ。高価なものではなく、気軽に受け取ってもらえるものがいいね。最近では、引っ越しの挨拶をしない人も増えているけど、事前に顔を合わせておくと、安心して暮らせると思うよ。家に訪問するとき、友人の家に遊びに行くときには、守った方がいいマナーがいくつかあるよ。訪問するときは、約束の時間を守るのが大切なんだ。でも、早すぎても遅すぎてもいけないね。もし遅れそうなときは、事前に連絡をすれば大丈夫だよ。家に着いたら、玄関でお邪魔しますと言って入るのが普通なんだ。靴を脱いだ後は、揃えておくときちんとした印象になるよ。また、お菓子や飲み物など、ちょっとした手土産を持っていくと、喜ばれることが多いんだ。帰るときは、お邪魔しましたとお礼を言うと、いい関係が続くよ。いかがでしたか？これを通して、日本の家について少しでも興味を持ってもらえたら嬉しいな。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、日本の文化や習慣、日本人の考え方などをわかりやすくお伝えする動画をお届けしています。いいなと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。次の動画を作る励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。他の動画も見てみたいなと思ってくださった方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。登録してくださった方、ありがとうございます。励みになります。